バックブレーダーはかっこいいな。パワーブースターがしたい。これまでも何度か挑戦していましたね。いろいろやりましたが失敗もあって満足なパワーブースターが作れていません。これが失敗のやつですね。音声認識でマシンを操作できましたが、パワーブースターの電熱板が電流不足でうまく動きませんでした。というかいろいろつけすぎです。パワーブースターに注力して開発を行います。今回は実験ではなく再現になります。私が満足するためにしようと縛りを設けます。パワーブースターはこのように火花を出すものとします。パワーブースターの起動は音声認識とします。音声認識には日本語学習済みのクラウド AI を使います。音声認識装置は操縦者につけて無線で通信を行います。通常のミニ四駆と同様に走るようにします。モーターはミニ四駆搭載の規格のものとします。モーターは単3電池2本で回します。ローラー系の部品以外は全てボディ内部に収めます。これは再現シリーズで最重要の縛りです。ボディ外から見える内部を整えます。汚い配線が見えるのはアウトです。逆に意味のある部品は見えるように狙います。これらを実現するように作ります。作業工程はこんな感じになります。それでは製作レッツの試作シャーシを作ります。大まかに作って大きさを合わせていきます。シャーシ前後の長さを確認します。タイヤの位置も見ておきます。シャーシ長さとタイヤの位置を修正しました。加えてバッテリー置き場を追加しています。バッテリー置き場がボディからはみ出ないかを確認します。シャーシ後ろにボディキャッチを追加しました。固定できるかを確認します。固定感があります。モーター置き場を追加しました。モーターのはまりを確認します。きついです。電池のはまりも確認します。こちらはフィットです。モーター置き場を修正しました。確認します。フィットです。ローラーステを取り付けられるようにしました。確認します。奥まで入りません。修正しました。スイッチ部とブースター固定部も追加しています。ローラーステの取り付けは問題ないです。リアも OK です。フロントダサスニン。ステー用のへこみが口みたいです。斜めにして修正しました。調整しました。調整しました。調整しました。ちょっとどかして。修正しました。スイッチを後ろ側に移動して基板用のへこみを入れて配線用の道を掘りました。試作シャーシはこれで完成とします。試作シャーシ作成完了です。次は電熱板を作ります。電熱板の元です。ネジを外します。蓋を外します。中身を取り出します。ネジを外します。基板が取り出せました。電熱板を取り出します。きれいに取り出せました。電熱板にハンダを乗せます。ハンダが乗りません。いろいろやってもうハンダが乗りません。スペアを買っておいてよかったです。基板ごと切り出します。これならハンダが乗っています。導線と電熱板をハンダ付けします。電熱板完成です。次は回路を作ります。回路図はこんな感じです。電圧を 5V にするやつと GP チップ的なやっと電熱板用のスイッチング回路が主な要素です。部品を実装部品と紐付けます。ぐだるので逆再生でいい感じに見せています。実装基板図を書きます。基板サイズが決まっているので先に外形を書きます。スイッチを基板上に配置させます。そのため基板に切り欠きを入れます。これで配線の長さを減らしつつ一体感を出します。部品を配置します。この時点で基板内に収めつつ配線が短くなりつつジャンパも少なくなりつつを考えながら配置します。私なりのコツは部品を密接にすることと、つながりがある穴同士もできるだけ近くにして間に別の穴が割り込まないようにすることです。 DC-DC コンバーターの配置に苦戦しています。ここの部分で高さが出るので基板をこの通りにくり抜いて高さを抑えます。配線します。配置時点で決まりができているのでつなげるだけです。切削箇所を減らすために塗りつぶします。あとは微調整したら実装基板図ができます。実際はこのタイミングで電熱板が届きました。そして回路を実験した結果、まだ電流が足りていませんでした。これが最終版の回路図です。より大電流を流せる FET で電熱板のスイッチング回路を作り直しました。こんなことになるだろうとコンデンサー回路搭載キャノンボールを作って FET を学んでおきました。そして実験結果はティッシュを燃やせる熱を得られました。グッドです。実装基板図にも部品を追加します。スペースが厳しめですがなんとかします。 FET 設置予定値を設置します。FET の置き方を横から縦にします。設置を続けます。
FET 周りの部品をモジュールのようにします。部品を詰めます。FET モジュールを設置します。配線をイメージして調整します。コネクターがどうしても入りません。回路への電力供給をバッテリーのみにします。配線します。あとは微調整したら、これで実装基板図が完成です。なんとかしました。気分のいい密集感です。CNC で削り出すためのデータを作ります。実装基板図のデータを出力します。ドリルデータも出力します。フラットキャムで切削用のデータを作ります。パラメーターの設定があって下るので逆再生でいい感じに流します。基板切り出しがいつもと違うので苦戦しました。これもなんとかしました。切削データが完成しました。切削する生基板を用意します。水平を出やすくするためにちょうど良いサイズに切ります。折ります。整えました。今回はゲートがない外形切り出しなので両面テープを使います。グルーガンで外側も固定します。基板を台に固定しました。CNC をセッティングします。基板台を CNC に固定します。テスターの導通確認機能を使って Z 軸を合わせます。まずは銅箔を削って電気が通るパターンを作ります。浅く掘ると銅箔が広く残ってハンダ付けがしやすくなります。ですが完全な水平は取れていないので切削不良が出やすくなります。今回は表面実装部品がないので切削不良対策重視で深めに切削しています。電子部品の足を差し込む穴を開けます。内側の穴を開けます。台形を切り出します。CNC から基板台を取り出します。基板台から基板を剥がします。切削した基板です。あれ、台形が切り出しきれていませんよ。ゲートがないので薄皮を残すことで基板のズレ防止を狙いました。運よく狙い通りになりました。薄皮なのでデザインナイフで簡単に切り出せます。いい感じです。バリを落とします。バリバリ。のりを落とします。ふきふき。スイッチ用の穴を拡張します。基板の色がダサいので塗装するために足付けします。塗装しました。ブラック、メタリックブルー、クリアの3層です。バックブレーダーの差し色でブルーにしました。ハンダ付けに入ります。抵抗を乗せます。足を切ります。ハンダ付けします。ハンダが乗る箇所が小さすぎてめちゃくちゃ難しいです。久しぶりに見切れましたね。オトカプラを乗せます。ハンダ付けします。ピンヘッダを乗せます。ハンダ付けします。DC-DC コンバーターにピンヘッダをハンダ付けします。こんな感じです。DC-DC コンバーターを乗せます。基板に開けた穴に完璧にフィットです。DC-DC コンバーターとピンが干渉します。困りました。部品から声が聞こえたので切ります。鳴らします。感覚的に大丈夫でしょう。確認します。5V 出たから大丈夫。DC-DC コンバーターをハンダ付けします。FET を乗せます。ハンダ付けします。マイコン用のピンソケットを乗せます。ハンダ付けします。これがラストです。基板へのハンダ付けが終わりました。こんな感じになりました。余計に追いハンダするとショートしそうなのでこれで OK にします。工夫によって DC-DC コンバーターを低くできたので気分がいいです。穴位置も完璧です。動作確認に移りましょう。動作確認のためにプログラミングに移ります。マイコンを制御するプログラムを書きます。無線通信による電熱板と LED の制御がメインです。無線通信は Bluetooth で文字を受信します。書き終えました。音声認識装置の高速化のために PC を乗せ替えます。ピンヘッダを取り付けます。ハンダ付けします。次々とハンダ付けするの好き。心地よさがあります。こんな感じにつきました。曲がりもなくグッドです。乗せ替えます。戻します。LinuxOS をインストールします。音声認識、無線送信プログラムを修正しました。音声認識装置の動作確認をします。応答せよ。AI で音声を文字列に変換して文字列に対応する動作を行います。 PC の乗せ替えによってかなり動作が速くなっています。パワーブースターオン。パワーブースターオンの場合は Bluetooth でマシンに電熱板起動信号を送ります。音声認識装置解が完成です。それではシステム全体の動作確認をします。パワーブースターオンといって電熱板が発熱したら成功です。ドキドキ。お、発熱しています。よっしゃ、アルティメット完璧です。停止タイミングも指定通りです。これを半年以上求め続けていました。一気に完了です。マシン全体を作ります。スイッチの追加と配線の彫りの修正をしました。プロペラシャフトを取り付けます。ピニオンギアが高くてクラウンギアと干渉します。ピニオンギアを切ります。
干渉しなくなりつつクラウンギアとも噛み合っています。プロペラシャフトが長いです。もちろん切ります。いい長さになりました。モーターとプロペラシャフトの接合部品を作りました。接合します。しっかりと力を伝えられています。基板を乗せます。モーターも乗せて、プロペラシャフトの干渉を確認します。ギリギリ当たりません。マイコンも乗せます。干渉を確認します。こちらも当たっていません。最高に気分がいいです。基板をくり抜いて DC-DC コンバータを低くしているのでこれが実現できています。通常の高さだとどうしても不可能です。実装基板設計の時点でプロペラシャフトを通すためにこの領域に背の高いパーツを設置しないようにしています。これこそ自作基板の醍醐味です。さらに版画分の盛り上がり対策のためにシャーシもくり抜いています。これらの発想がなければ4駆は不可能でした。回路用のバッテリー置き場を考えます。ここだとキャノピーからの外見を損ないます。ここも透明部からの外見を損ないます。シンメトリーじゃないし収まりが悪いです。論外、バッテリーを変えます。ちなみに小型バッテリーだとパワー不足で落ちます。なのである程度大きいバッテリーが必須です。いいところを見つけ出しました。最終版のシャーシをモデリングします。今回はバージョン15が最終でした。細かいパーツも追加でモデリングしています。まとまりがよくシンプルで気に入っています。ギアの位置出し部品を作りました。これでクラウンギアとプロペラシャフトが噛み合うようになります。ブースター固定部品を作りました。電池固定も兼ねています。ブースターのモックを差し込みます。ブースターの推力をマシンに伝えます。電熱板置き場を作りました。プロペラシャフト浮き上がり防止も兼ねています。スイッチの頭を切って高さを下げます。整えます。後ろ側も同様です。スイッチができました。すべての部品が揃ったので組み立てます。ハトメを取り付けます。溶かしながら入れることで強固な固定を狙います。スイッチの足を折り曲げます。スイッチを取り付けます。固定します。基板を取り付けます。スイッチを取り付けます。スイッチと基板を固定します。電池用の電極を作ります。銅板を切り出します。曲げます。切ります。こんな感じに取り付けます。後ろ側も合うように作りました。銅板の錆を落とします。導線をハンダ付けします。マシンに取り付けました。モーターに電極と導線をハンダ付けします。スイッチに導線をハンダ付けします。電極をマシンに取り付けます。基板に取り外し可能のピンソケットを取り付けて、ピンソケットと導線をハンダ付けします。スイッチに導線をハンダ付けします。バッテリー接続用のピンヘッダをハンダ付けします。マイコンを基板に取り付けます。電熱板台を固定します。フロントシャフトとギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。リアシャフトとギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。ブースター固定具のネジを取り付けます。電池を取り付けます。ブースター固定具を取り付けます。固定します。バッテリーを取り付けます。ボディを取り付けます。できました。音声認識パワーブースター搭載バックブレーダーです。ようやく完成しましたね。バックブレーダー初号機を作り始めてから2年半、ずっと実現方法を考えていました。そして今回それを実現させました。嬉しいです。同時に開放感もあります。時間をかけたお金で満足いくマシンになりました。いやー、いいまとまり感ですね。サイドビューも気に入っています。上から見ると普通のバックブレーダーです。ロマンと夢を詰め込みました。このシンプルさが好きです。配線をできるだけ見えなくしつつ長さをちょうどにすることでマシン内部の整いを実現しています。他の制作者方々の綺麗なマシンに触発されました。庭から史上最も綺麗なマシンができました。キャノピーからは GP チップとしてのマイコンが見えます。さらにこの透明窓からモーターを見えるように設計することで搭載しているモーターが外からわかるようにしました。早速動かしましょう。それでは動作へレッツゴー。音声認識での電熱板の起動です。スイッチを押すと音声受付モードに入ります。音声がパワーブースターオンの場合に電熱板が発熱します。ブースターに確実に着火できる時間発熱し続けます。アニメ再現でキャノピーから赤い LED が光るようにしています。先に電熱板が停止します。LED はブースターによる加速が終わるくらいのタイミングで消灯します。ブースターが2つなので長めにしています。これが一連の動作になります。コース走行のためローラーを取り付けました。ワンウェイホイールにすることでブースターの推力がダイレクトに伝わります。水色だし小径だしタミヤはこれを想定していたのか。走らせます。通常のミニ四駆と同様に走ります。
すがに一瞬ですね。マシンの騒音の中完璧に音声認識がうまくいったことに驚きました。操縦者側に音声認識装置をつけた効果が出ましたね。何度かスローで撮影しました。かっこよすぎ。左右同時着火は完全に運なので難しいですね。その代わり長くブーストします。ここは明らかに加速しています。ブーストでマシンのフロントが浮いてコースアウトしていそうです。ブースターの個体差でブースト時間に差がかなりあります。左のブスターが1周以上持っています。別パターン。まさかのマグナムトルネード。マグナムトルネード実現のヒントになるかもです。ラスト、ローラーセッティングでコースアウト対策をしています。安定していますね。パワーブースターの速度比較。ブースターなし。 1.35、ブースターあり。 1.25、比較。第2弾パワーブースターの加速が顕著です。多段なのはある意味アニメ再現っぽいです。最後にアップで見て終わりましょう。